皆さんこんにちは、まいです。本日は低カロリーなのに高タンパクで栄養たっぷりな豆腐を使ったレシピを4つご紹介します。手軽に手に入り、いろいろな食べ方ができる豆腐は素朴な見た目だけど実は魅力たっぷりな食材です。女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンや善玉菌の餌となって腸内環境を整えるオリゴ糖、脂肪の代謝に働くレシチンなどヘルシーだけでは語れない栄養たっぷりな食品です。豆腐の魅力の説明はこれくらいにして早速作っていきます。豆腐を調理する前に大事なことはしっかり水切りすることです。ここでは3つの方法をご紹介します。1つはキッチンペーパーにくるんで約10分から15分放置。2つ目は重しを乗せて水切り。3つ目はレンジで加熱して水切りなどがあります。1つ目は無限豆腐です。長ネギ1/2分の1本をみじん切りにします。みじん切りにした長ネギをボウルに入れ、塩少々、鶏ガラスープの素小さじ1、みりん小さじ1/2分の1、醤油小さじ1を入れ軽く混ぜます。ごま油小さじ1/2分の1とお好みで一味唐辛子を入れ軽く混ぜたら美味しいネギだれの完成です。水切りした豆腐をお好みの大きさに切り器に盛ってネギだれをのせたらこれで無限豆腐の完成です。簡単で美味しいので何度でも作りたくなるはずです。白いりごまをかけたら風味がアップするのでお好みでかけてください。2つ目は冷凍豆腐の肉巻き照り焼きです。冷凍した豆腐は冷蔵庫で自然解凍か流水解凍して戻します。ちなみに私は冷凍する際はパックのまま冷凍するのが手軽なのでいつもこの方法で冷凍しています。解凍した豆腐は横半分に切り、さらに縦に4等分に切ります。4等分にしたら崩れないように優しくしっかり手で押さえて水分を絞ります。ここで絞りが甘いと味がぼんやりしてしまうのでしっかりと絞ってください。この作業をしてるとね、思ってる以上に水分が絞れてだんだん楽しくなってきちゃって力を入れすぎて豆腐がちぎれちゃったので、皆さんは優しくでもしっかりと絞ってあげてください。ただそんな神経質になる必要はないです。豚バラに半分に切った大葉と豆腐を巻いていきます。豚バラは油っぽいのにダイエット中に食べてもいいのと不安になる方もいるかもしれないのですが、食べ過ぎさえしなければダイエット中だからといって全く食べてはいけないというわけではないです。豚肉に含まれるビタミン B1 は糖質の代謝を助ける効果や、豚バラ肉は脂質もかなり含まれているので満腹感が得られるなどの効果も期待できるので、結果食べ過ぎ防止にも役立つかと思います。そんなことを聞いても罪悪感が消えないわという場合は、油の多い部分を少しカットすると罪悪感が軽減されるかもしれません。多分巻いた豚肉の両面に片栗粉小さじ1をまぶします。豆腐は冷凍すると滑らかな食感からしっかりした食感に変わって、その食感を生かした料理に仕上げればまた違った美味しさを楽しむことができます。この照り焼きはめちゃくちゃ美味しいなと思ったので、もし作っていただけたら感想いただけると共感仲間ができて嬉しいので待っています。お口に合わなかった方はごめんなさい。お肉を焼く前に照り焼きのタレを作っておきます。フライパンにオリーブオイル大さじ1/2分の1を引いたら、肉の巻き終わりの部分を下にして中火で焼きます。お肉の色がきつね色になったら裏返します。ちょっとフライパンにくっつく場合があるのですが、その場合は油を少し足すかトングなどでくっついている部分を剥がしてください。全体に焼き色がついたらタレを加えてよく絡めます。お肉にしっかりタレが絡んだら完成です。器に盛ってお好みでいりごまをかけます。食べ応え抜群で大人も子供も好きな味かと思います。3つ目は卵1個でふわふわだし巻きです。ボウルにしっかりと水切りした絹豆腐を入れてホイッパーで滑らかになるまで混ぜます。手で潰してもらってももちろん OK です。
卵1個を割り入れ、顆粒和風だし小さじ1/2、みりん小さじ1、塩1つまみを入れてよく混ぜ合わせます。これで生地の完成です。フライパンにオリーブオイル小さじ1を引き熱したら、卵をすべて流し入れ手早く混ぜます。半熟になったら折りたたむようにして巻いていきます。生地がめちゃくちゃ柔らかいので結構巻きにくくて途中で割れてしまうことがあるのですが、最後の巻きで整えれば大丈夫です。これが別の日に作ったやつで巻いてる時に割れちゃったんですけど、最後の巻きで形を整えました。この工程は省略しても OK ですが、焼き上がったら熱い位置に巻きすに包んで形を整えるとより綺麗な形になります。お好みの幅に切って完成です。断面はこんな感じでふわふわです。そのまま食べても美味しいし、大根おろしと一緒に食べるとさっぱりした味を楽しめます。4つ目は豆腐でもっちりチヂミです。玉ねぎ1/4個を薄切りにします。しっかり水切りした木綿豆腐をボウルに入れたら細かくなるまで潰します。片栗粉大さじ3を加えてよく混ぜ合わせます。醤油小さじ1、塩少々、キムチ約 60g、玉ねぎ1/4個入れたら混ぜ合わせます。チヂミのタレを作ります。醤油大さじ1、酢大さじ1/2、ニンニクチューブ小さじ1/2を入れたら混ぜ合わせ、ごま油小さじ1/2といりごまをかけて完成です。フライパンにクッキングシートを敷きます。油だと火加減が難しくくっついて焦げたことがあったので、クッキングシートを敷いて焼くのがおすすめです。生地を入れて形を整えて平らにします。弱めの中火で5分から6分くらい焼いて、焼き色がついたら裏返します。大きな円1枚だと裏返しにくかったのですが、小さめ2枚で焼くと裏返しやすいです。両面にしっかりと焼き色がついたら完成です。お好みの大きさにカットしていただきます。もちもち食感が好きな方はぜひ作ってみてください。以上が4つの豆腐レシピになります。この動画が参考になったよと思っていただけたら、いいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。